こんにちは、カズマです。動画をご覧いただきありがとうございます。12月18日木曜日、時刻は昼の3時を回りました。天気はいいんですけれども、ただご覧の通りちょっと風が少し強いんですよね。なので今僕の声がどんな風に聞こえるかは分かりません。一応編集ソフトを使って風音を減らす処理を行ってはいるんですが、それでも多分風の音が響くと思います。そこら辺はご了承ください。いや寒いですね。本当だったらピンマイクを持ってくるはずだったんですけれども、また忘れちゃってつい忘れてしまうんですよね。というかカバンに入れるのが面倒くさくて、これに関してはクリエイター失格ですよねYouTube を含めて映像制作をする人の目線から見たら何やってんねんって、そんな風に突っ込みたくなるかもしれませんが、できる限り手っ取り早く、そしていかに簡単なセットアップで無理なく続けられるか、それがすごく大切だというふうに考えてはいるんですよね。これはあくまでも僕個人の意見ですので、それが正しいかどうかは全然わかんないけれど、それは別にいいとして、とりあえず本題に入りたいと思います。今日何の話をしようか考えていたんですけれども、今日話すテーマなんですが、焦らないこと、または期待しすぎないこと、こういったテーマを交えて話したいと思います。すべて僕個人の主観と見解に基づいて話す内容となりますので、そういう意見もあるんだなっていうぐらいの気軽な気持ちで聞いていただけると幸いです。それではよろしくお願いします。僕自身これから先どんな風に生きていくのか、または来年以降どんな展開が起きるか、どんな出来事が待っているかについては全く予測できないんですよね。一応現時点ではフリーランスでウェブライターの案件を受注したりで、たまに動画編集の案件を受けたりすることもあるんですけれど、もうそれもだんだんと少なくなってきて、これやばいなと思って、それで、たまに短期のバイトをしていたりとか、なんかいろいろやってますけれど、そこまでそんな切羽詰まってるわけでもなく、安定を求めて、正社員を目指すとかそういう気は全くないんですよね。自分の人生の大半をそういう全く好きでもない仕事に費やすのだけはどうしても避けたいんですよね。それも同じ場所の同じ環境で同じ人間関係で、その狭い空間の中で1日の半分以上を使ってしまう、それも1年の半分以上をそういう場所で、そういうろくでもない会社に費やしてしまう、それだけは何としても避けたいんですよね。別にろくでもない会社っていうか、そういうなんていうんですかね、福利厚生がないところそういうのは避けたいんですけどね。昔そういうブラック企業に勤めていた時期があって、でそれで体を壊して、で一時期もうほんまに立ち直れないぐらい追い詰められていた時期があったんですよね。その当時の自分を振り返ると、よくあの状態で生き延びれたなって今でもそんな風に思いますね。今はだいぶ健康的というか、昔の自分と比べて今の方がめちゃめちゃ健康的なんですよね。食生活を見直すようになって、で自炊がメインのというか、野菜を食べることが多くて、でそれ以外に最近は皆さんご存知の通り白米が高くなってるじゃないですか。で白米の代わりにオートミールを食べる機会が増えたんですよね。でオートミールも確かいろんな種類があって、インスタントタイプとロールタイプだっけ、ロールドタイプ、ちょっとごめんなさい、名前が分かんないですけど、ちょっと玄米みたいに食感のある大粒タイプのものがあって、それがね結構うまいんですよ。でそのオートミールを使った
キムチ雑炊というか卵かけご飯風にして食べたりとか、いろいろねアレンジできるんですよ。それもクックパッドで検索すればいろんな使い方があるんで、昔と比べてかなり健康的にはなりましたね。それでも今この時期ちょっと寒いですし、なんというか寒すぎて途中夜中目覚めたりすることもあるけれど、それは仕方ないとして、ごめんなさいね、ちょっと雑談形式で話をしてるんで、なんかあっちへ行ったりこっちへ行ったりしててちょっと分かりにくい部分があるかもしれませんが、そこら辺は多めに見てください。いずれにせよ自分でコントロールできないことや自分一人の力でどうにもならないことはあれこれむやみに考えたところの何も変わらないし何も始まらないんですよ。今現状できることは今目の前にあることを一個ずつこなしていく、一個ずつというか一段ずつ積み上げていくことがすごく大切なんじゃないかなって思うんですよね。ただこうやってうずくまっていたところの現状何も変わらないし誰も見てはくれないですし誰も助けてはくれない。それが家族であれ友人であれ会社の同僚であれそれが親戚やいとこであれ誰も助けてくれないんですよ。ただ闇雲に焦っていたところの余計なんていうか事態が悪化していく一方ですし冷静に判断できなくなるんですよね。そのことを思うと先ほども話したように焦らないことというか自分の意思でコントロールできないような事象についてはあまり考えない方がいいんじゃないかなって改めてそう感じたんですよね。人それぞれ事情は異なりますし住んでる場所や勤めている仕事の他にそれぞれが抱えている内容というものは、それぞれ抱えている事情というのは全然違いますので一概には言えないんですけれども、あれこれ闇雲に考えすぎてでそれで極端に焦りを感じてでその結果冷静な判断ができず思ってもいないようなこと全然そうしたいと思っていないようなことに手を染めてしまったりとか、そうやって本末転倒となってしまうようなことはできれば避けたいんですよね。自分自身とんでもない過ちを犯してしまったりとかそういう最悪のパターンが起きてしまうようなことだけは何としても避けるべきであってで何か近道を使おうとしてそれで、法律上の観点からしてもグレーゾーンというかギリギリ刑事罰に触れるようなことに手を染めてしまうような人っていると思うんですよね。代表例で言ったら闇バイトとかがいろいろあるじゃないですか。いろんな事情があるんで何とも言えないんですけれども特に自分の場合は毎月の生活費や支出というか固定費もかなり安いというか本当に少ないんですよね。で特にサブスクに関してはほぼ全くと言っていいぐらい入ってないんで、ここでいうサブスクっていうのは娯楽関連のやつなんですけれど例えばネットフリックスやアマゾンプライムとかアマゾンプライムの他にディズニープラスかいろいろありますよね。そういう類のやつあとはアップルミュージックとかスポティファイとかいろいろあると思うんですけれどそういうものには一切入ってないんですよ。たかが数百円でも年間で計算したらものすごい金額になっていくわけですし2つか3つ4つそれも5つ入っていたとするそれが年間で計算したら3万か4万もしくは5万円以上払い続けることになってしまうわけで空いた時間それも隙間時間を埋め尽くすかのようにしてつい無意識のうちに眺めてしまう。でそうやって時間がどんどん奪われてお金も奪われていってで気がついたら手元には何も残らない。うわどうしようやべえこのままだと大変なことになるっていう風にそうやって焦りを抱いてしまうような、多分そういう人もいると思うんですよね。ごめんなさいちょっと話がずれてしまったんで申し訳ないんですけれどちょっと話を戻しますが自分の力でどうにもならないことやすでに起きてしまったことについては純粋に受け入れるしかないんですよね。僕だってそうですよ。いろいろあって挫折を繰り返してものすごい失敗を繰り返してであらゆる場面において悲惨でしたね。惨敗というかちょっとここではあまり細かいことは言えないんですけれどものすごいショックを受けてそれで極端に落ち込むようなことが起きたりしてそれでもう全然
立ち直れないようなそういう場面が過去に何度かあったんですけれど、それでもね、人ってなんだかんだ生きていけるわけですよ。そんな簡単に人生最後を迎えるわけじゃないですし、しかも日本で暮らしているとなれば世界中どこを見渡してもこれほど安全でかつのんびりとした国はなかなかないですよ。これについてはいろいろ考えることはありますし、特に最近では難民申請をする不法移民者の人たちとか、そういう外国籍の人が起こす問題とかいろいろあると思いますし、であとは経済的な面でなんかいろいろと負担が増えていって、でそれに関連してちょっとした犯罪が起きてるようなそういう地域がもしかしたら日本全国のどこかにあるのかもしれないけれど、たまにそういうニュースは見ますんでね、それはちょっとここであれこれ話をしててもどうにもならないんで、もう一度話を戻しますけれど、先ほども話したように今目の前にあることを一生懸命取り組むこと、今自分ができることを一個ずつクリアしていく、一段ずつ積み上げていって、そうやって着実にステップアップするような感じで進み続ければ、いつか必ず自分自身の描く未来へと近づけるかもしれない。それがどんな形であれ、それがいつ訪れるか分かんないけれど、自分自身が今純粋にやりたいことや今取り組んでいることを一個ずつこなしていって、そうやって着実に積み上げていく姿勢を崩してはならない、それをやめてはならない。それだけでも、それだけ、唯一僕が言いたいことでありますね。このことについて一人でも多くの方に気づいていただけたらいいなっていうふうに考えていますね。であとは短期間で結果が出せないとかいろいろ考えることあると思うんですけれど、そんな簡単に自分自身が納得のいくような結果が出せるほど世の中はそんな甘くはないですし、本当に理不尽なことばっかりですよ。だって自分がこれだけ努力をしてこういうふうに取り組んでいけば必ず大きな結果が出せるかもしれないなんていうふうに漠然とした期待を寄せたところの、それが裏切られた時になんていうんですかね、一気に心がバキッて折れてしまったり、そうやってものすごいショックを受けて立ち直れなくなったりする人もそういうの多分あると思うんですよね。気持ちは分かりますよ。僕だってこうして今続けている YouTube もそうですし、ノートもそうですし、でそれ以外にも個人で請け負っている仕事や、それ以外の場面で何でもそうですけれど、なかなか思うようにいかないというか、それなりにね、大変なこともあれば納得いかないこともそりゃありますし、思うように結果が出せないとか、大なり小なりね、悩むことはそれありますよ。僕だって人間だもんでそこでいろいろ経験していろいろやってみた中で感じたのは、あれこれ期待していたところの過剰に期待を寄せたところで結果何も変わらないし、で期待すればするほど自分が損をするだけなんだっていうのを後になって実感したんですよね。それは20代の時もそうだったし、もっと前に遡れば10代の中学高校時代の自分を振り返れば人間関係でのトラブルとかいろいろありましたけれど、そうやって自分以外の人間に対してはあまり期待しないことにしてるんですよね。期待するだけ無駄というか、過剰に期待を寄せすぎないこと、それは当然ですよね。だって怒りを覚えたりとかやたら切れまくるような人って、それだけ第三者の人間に対して期待してるから怒りを覚えてしまうんですよね。過去にそういう話をしている YouTuber の方がいて、そのエピソードを見た時に確かにそうだよなっていう風に感じる場面が何度かあったんですよ。今こうして話をしている中で昔見た動画の一部内容とその時のエピソードについて今急遽思い出したわけなんですけれど、そういうこともありますよねっていう感じで、なんというかこうして今話している内容もこれ全部アドリブで喋っていて、で今自分自身が感じたことやありのまま思ったことを話しているわけでして、でそれもなんていうかこうやって動画配信を続けているのもこれまで何度か話してきたように全部自分のためにやってるんですよね。自分自身が
その時その場所で生きていた記録を残したいというか、そういう人生記録の一部としてそれを映像という形で、残し続ける、そのための手段で僕はこうやって YouTube を続けているわけなんですが、結果的には今でもこうやって地道に続けていてよかったなって今でもそんな風に思いますね。なんならもっと早く始めればよかったなって時々後悔することもあるんですけれど、でもやってみようと思ったその時に始めるのが一番大切なわけでして、いつかやろうとかそのうち始めようなんて言ってたりすると時間だけが過ぎていっていつまでたってもスタートを切れない、始めることすらしなくなるんですよ。気がつけば20年30年40年で、気がついたらもう60歳70歳過ぎてて、で場合によっては動けない体になってるかもしれない。でその時に人は後悔すると思うんですよ。あの時始めればよかった、あの時もっと自分の気持ちに正直になればよかったっていう風にね、そんな風に考える人はきっと一定数いると思うんですよね。あんな過剰に期待を寄せすぎなければよかったとか、あんなに急ぎ足で、それも自分の焦りがあったにもかかわらずそれに対し冷静になれなかった、その当時の自分を悔やんでしまうというか、だからそんな感じでいろいろと後悔してしまう人はきっとこの世の中どこかに一定数は必ずいるかもしれません。それはどんな事情であれ、どんなことを抱えているか、それは人それぞれですので一概には言えないんですけれども、最後にもう一度伝えたいのは、どんな時でも決して焦らないこと、過剰に期待しないこと、全部自分のために行動して、で今目の前にあることを一個ずつ積み上げる、そうやってスローペースでもいいし大器晩成でもいいから一個ずつ積み上げていく感じで、それもスローペースで徐々にこう右肩上がりしていくような感じで進み続けること、それが個人的にはとても大切であるというふうに考えています。そんなところですかね。なんかちょっと寒くなってきた。しかもちょっと風が強くなってきたんで、もうこの辺で終わりにしようか。というわけで今回の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見ていただきありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。もし今回の動画がいいなと思いましたらグッドボタンとチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それでは次回お会いしましょう。ありがとうございました。さよなら。寒い。